はい、皆さん、こんにちは。モノルです。はい、今回はこちら、たった今届きました、レイザーのライジュ V3 Pro っていうね、コントローラーレビューしていきたいと思います。こちらのコントローラー、見ての通り PS 配置のスティックになっていて、PlayStation 5に接続して使うことができるコントローラーということになってます。PS 配置でなおかつ追加6ボタン仕様っていうね、そういうコントローラーを求めている方、かなり多くいらっしゃると思うので、これはね、結構期待度高いコントローラーかなと思います。なのでね、じっくりちょっとチェックしていきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、それでレーザーライジュ V3 Pro の細かいスペックとかですね、カラン展開、対応機種なんかはですね、こちら概要欄にモノルの方の製品詳細ページへのリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。はい、こちら今届いたばっかりなんで、今からね、開封していくんですが、まずはシールを切っていきたいと思います。よいしょ。はい、外れてきました。ここにね、面白いことが書いてありますね。これもしかして背面ボタン取り外せるんですかね。レーザーのウルヴァリン V3 Pro とかではね、これ外せなかったんですけど、そのあたり新しいギミックがついてるみたいです。はい、いつも通り、レーザーの箱っていう感じなんですけど、相変わらずプロ版はすごい高級感ですね。はい、出てきました。こちらをまず見ていきたいんですが、なんか落ちてね、こんなパーツが落ちてきました。これね、普通に落ちてくるってだいぶ怖いんですけど、背面ボタンのなんか部品ですね。はい、USB ケーブルなんですが、こちらはいつも通りそうですね、レーザーカラーの USB ケーブルですね。はい、こちらもこんな感じで。布織りではない、タイプのね、こういう普通のケーブルが入ってますね。なんでこれ布織りじゃなくなったんですかね。よいしょ。で、ここなんですけど、やっぱりそうだ。この背面ボタンのカバーですね、おそらく。これ外してこのカバー取り付けられるようになってるんですけど、このパーツがちょっとね、一個だけ落ちてて、で、これ持ち上げた瞬間にポロって落ちてくるっていうね、かなり怖いですね。これなくしたらかなり痛いんで、この4つのパーツはカバンのね、中に入れといた方がいいんじゃないかなって思いますけど。はい、ボックスの質感、ちょっとなんか質感変わったかな。ちょっとね、なんかちょっと変わったような気がするんですけど。はい、出てきました。そうですね、結構いろいろ変わってますね。カバンの中にこんなね、クッションが入っていて、ここにちょっとこうツルツルしたような跡がつかないようになってるんですかね。はい。で、こんな感じでですね、付属品は。これは、背面パドルを取り外すためのドライバーと USB ドングル。で、替えのスティックが2種類ついてました。替えのスティックは、硬っ。ちょっと本体の方まず外しておいて、替えのスティックを買った。よいしょ。はい。こっちが高い方のスティックになってますね。付属してくるスティックがこの右側ですね。で、替えのスティック左側でちょっと高くなってますね。って言うてね、そんな高くなってる感じじゃないんですけど。で、よいしょ。こちら、ドーム型のスティックもついてます。こちらの高さは、こんな感じです。若干高くなりますね。ドーム型好きな方はこれもいいですね。背面ボタンのカバー類っていうのはなくしそうなんで、4つとも取り外して、よいしょ。一度、カバンの中に入れておきたいと思います。どんな見た目かっていうと、こんな感じのプラスチックパーツですね、普通の。はい。で、本体と取扱説明書と、レーザーのステッカーですね。いつものものが入っているっていう感じで、しっかりプレイステーションのロゴが入っていてですね、公式認定コントローラーっていうことがわかるようになってます。はい、そしたら本体の方を見ていきたいと思います。表面、裏面ですね。天面がこんな感じで、ちょっとこのペリペリがあるんで、これ外しちゃおうかな。なんでここにペリペリあるんだろう。不
思議ですけどね。特になんもないんですけど。はい。レイザー雷獣プロって書かれてますね。しっかり技的マークも入ってます。はい。で、このね、背面4つのボタンのところにそれぞれこんなカバーがね、ちっちゃく入っています。ここでね、このボタンを取り外しできるようになっているってことですね。これ地味に嬉しいかもしんないですね。下側の 2個の背面ボタンは割といらないっていう場合もあるんで、これはいいですね。あとね、意外とこれ、ウルヴァリン V3 Pro とサイズ感違うかもしんないですね。結構ちょっとね、サイズ大きいですね。はい、こちらウルヴァリン V3 Pro で、こちらライジュですね。比べてみて、だいぶライジュの方が横幅大きくなっているように感じます。もう全然違いますね、これ。こうやって見ると分かりますかね。はい。すごくサイズ大きくなっている感じがします。で、ウルヴァリン V3-8K-PC の時と同じようにですね、この USB ポート周りにはついたてっていうのが入ってますね。こちらね、レーザーウルヴァリン V3 Pro で 8K-PC じゃないものなんですけど、USB ケーブルのついたてがないですね。背面見てみると、これ高さも結構違いますかね。そうですね。まあ一回りどころか多分二回りぐらいは大きくなってるような感じっていうのがありますね。これ用にプラスチックの金型作ったのか。すごいな。割と感心してしまうんですけど、ちょっと大きいかな。でもまあ実際触ってみると各コントロール、ちょっとね、スティックまでの距離っていうのは遠いような感じがします。はい、最近私がメインで使ってるコントローラー、デュアルショック4と比べるとどうでしょうか。でも意外とそこまで差はないか。でもやっぱこんな感じですもんね。こう見てみるとやっぱりちょっと大きいですね。だいぶこのライジュはね、大きい感じっていうのがあります。こう持ってみて。大きいですね。はい、こちらデュアルセンスエッジです。デュアルセンスエッジと比べても、まあ、パッと見わからないですかね。ちょっとね、でもレイザーのウルヴァリンもそうだったんですけど、このグリップ部分太いんでね、結構太さがかなりあってね、こっちだとこんだけの細さですから、こんな感じですから、これはね、だいぶ大きい感じがしますね。ちょっとね、私の手のサイズには合わないかもしんないな。こう見るとね、そこまで大きいって感じはしないんですけどね。横から見るとこんな感じです。結構太い感じっていうのがありますね。前から見るとはっきりと太いっていうのがわかるかなと思います。だいぶこのコントローラー大きいですね。デュアルセンスエッジよりも一回り大きくて、デュアルショック4と比べると二回りぐらい大きいかなっていう感じがします。これはね、結構持ちづらいかな。はい。改善されてるポイントがね、何個か見つかりました。以前はショルダーボタンがタクトスイッチでした。ここがね、マイクロスイッチに変わってますね。トリガーストップは相変わらずマイクロスイッチなんですが、L1、R1 に関してはタクトスイッチっぽいかなって思います。フェイスボタンはマイクロスイッチなんですけど、十字キーはどうなんですかね。これタクトスイッチっぽく感じますけど、あまり操作感に違いはないような気がします。あとですね、以前よりも背面ボタンのオーカーツですね、かなり軽く押せるように変わってますね。それぐらいかな。で、ここにですね、スイッチで、PC 接続とか、有線接続、無線接続っていうね、スライド式のボタンが配置されてます。変更点としてはそんなところですかね。はい。もちろんね、ここタッチパネルになってるんで、公式認定コントローラーということでね、ここが大きな違いにはなってますね。地味に PS ボタンがマイクロスイッチかもしんないですね。ちょっとね、どこがタクトスイッチでどこがマイクロスイッチなのかは後で分解してね、見ていきたいと思います。背面ボタンの押し心地はかなりいいですね。これだけ軽く押せたらいいな。ショルダーボタンもすごく良くなりましたね。
前はね、タクトスイッチらしい押し心地でちょっと硬いかなっていうぐらいの感じだったんですけど、これはすごくいいです。追加のね、6つのボタンものすごく良くなってるなっていう感じがします。ただいかんせんこれ私にはね、サイズが大きいですね。これはなかなか大きなサイズだなっていう感じがします。で、こういう持ち方はやっぱすごく合うな。この持ち方でね、中指と小指がバッチリこの背面ボタンに当たるようになっていてですね、やっぱりこれは PS 配置のスティックの良さっていうのをすごく活かしてる感じはしますけど、ただいかんせんかなり大きいんで、私はここまでこう×ボタンまでね、人差し指が届きづらいですね。丸とかはね、かなり無理して押さなきゃいけない感じがします。こっちだとね、丸は結構かな。丸は結構きついんですけど、×は普通に押せますからね。はい。本体、パッと軽く見た感じでは、ちょっと大きいかなっていう風な感想ですね。はい。で、スティックの直径なんですが、これは 17mm 弱っていうサイズということは、こちら Xbox 向けのフリークがつくサイズになってます。試しに PlayStation 向きのフリークをつけてみると、かなりブカブカですね。くるくる回ってしまうような感じの付け心地になってます。Xbox 向けのフリークは、よいしょ。ぴったりとつきますね。はい。なんで、こちらね、Xbox 向けのフリークがつくサイズにスティックがなっているっていうところはちょっとね、注意が必要かもしれないです。スティックの重さは、よいしょ。はい。50g フォースですね。かなり柔らかいな。そうですね。スティックはね、50g フォースということで、結構柔らかめなスティックになっていると思います。以前のね、ウルヴァリン V3 は特別重くて 75g フォースぐらいなんですけど、スティックは 8KPC よりもさらに1段階柔らかくなってるかもしれないですね。そうですね、かなり柔らかい感じがします。はい、そしたらまだ何も特にしてない状態で、PC につなげたいんですが、ちょっとね、細めの USB ケーブルっていうのを使わなきゃ入らないですね。はい。つきましたと。これで、デュアルショック4と同じコントローラーになるのかな、どうなんだろう。一応ね、Xbox 360コントローラーということで、X インプットでね、ちゃんと接続されました。で、デッドゾーンがまず入っているのと、新エンドは割と奇妙な感じで、大丈夫かな。右上が結構あれなんですけどね。ただデッドゾーン以外ですね、こう、感度は割と良さそうな感じしますけどね。一旦、レーザーシナプスで、デッドゾーンだけ切りたいと思います。はい、レーザーシナプスに来ると、しっかりライジュ V3 Pro ということで認識されましたね。ポーリングレート 2000Hz なんですね。で、SOCD 設定なんていうのもできるようになってますね。方向キー 8way と 4way に切り替えができるっていうのは相変わらずです。たら、M1 をコントローラー、キーボード、相変わらずね、いろんなキーボードの設定とかできたりします。マウスはないのかな。シンボル、ナビゲーション、電気機能。そうですね。マウスはないですね、相変わらず。はい。私がね、Apex で使っている設定っていうのを入れて、トリガーで、これはね、変えなくていいですね。親指スティックのデッドゾーン 7% ですね。やっぱり入ってるので、これを0にします。そうすると、こういうね、警告が相変わらず出ますね。はい。これでちょっと、スティックどうだろう。X は若干右にドリフトするかな。若干右にずれてるかなって感じで、左スティックは結構いい感じに見えるかな。でもこっちも、左スティックはかなりセンタリング決まってるんですけど、右スティックは若干右側ですね。これは、どうなんだろうな。サーキュラリティモード標準とサーキュラーあるんで、標準でとりあえずいいでしょ
20Z ゾーン防止をオフにしてみます。ハンドクラッチの設定はしないですと。電源は60分でオフにするようにしておいて、右スティックをちょっと再調整したいと思います。親指スティックを右にいっぱい動かしてからゆっくりと中央に戻します。L1 ボタンを押して次の手順へ進みます。下、ゆっくり戻す。左、ゆっくり戻す。上、ゆっくり戻すと。1、2、3。はい。はい、完了です。お、これは、結構いい感じになったんじゃないですか、これ。再キャリブレーションすると、ドリフトだいぶいいですね。センタリング結構決まった感じがします。これでちょっと使ってみようかな。はい。そしたら、ちなみにファームウェアのバージョンは、1.2.0.0 で、ここからね、工場出荷時の 1.2.0.0 から変わりはないですね。はい。そしたらこれでね、ちょっと Apex の射撃訓練場を見に行ってみたいと思います。はい、射撃訓練場に来ました。パッと見た感じですね、かなりセンタリングっていうのはうまく決まってるかなと思います。若干今度は左にずれてますけど、まあまあいいかなっていう感じですかね。はい。でね、この、スティックの震えとかを見るとですね、あんまり震えないタイプのスティックってことで、まあ、当て感の方はね、それなりかなっていう感じがしますね。じゃあ、打っていきたいと思います。パッとね、触ってみたんですが、まず、スティックの方の感じはやっぱり TMR スティックのね、普通の TMR スティックらしい、ほんのちょっと中立近低感度っていうね、そんな感じを感じます。それ以外ですね、やっぱりコントローラーちょっと大きいなっていう風に私はね、感じますね。これだいぶ大きめな気がします。特にこうショルダーボタンとかですね、あと背面ボタンもね、ちょっと押すときになんかでかいなっていう感じでね、なんか押すのがね、億劫な感じっていうのがあります。ちょっとこれはでかすぎるかな。逆に言ったら手が大きい人にはすごくいいコントローラーっていうね、ことかもしれないですけどね、その割にフェイスボタンとか結構ちっちゃいですから、ちょっと私は今のところあまり合ってるコントローラーっていう感じはしないんですね。特に左スティックをこう右にやるときとかですね、こう左にやる分にはいいんですけど、右にやるときがすごく遠い感じっていうのがしてですね、こうレレレをね、こうやるときになんかね、大変な感じっていうのがちょっとしますね。でもね、この大きさになれればそれなりにね、使ってはいけるのかなっていう気もします。ちょっとね、後でそのあたりはランクとかをね、しっかり回してみて、チェックしてみたいなと思いますね。はい、それでこちらのコントローラーですね、PlayStation 5にも接続できるっていうことでですね、PlayStation 5版の Apex Legends にやってきました。そしたら打ってきます。なんだろうこれ。いやーなんだ。まずですね、ちょっと打ってすぐ分かったのは、なんかスティックの遅延がね、ものすごく大きいような気がします。これ、感度のせいじゃ多分ないですね。PC 版のね、APEX と明らかに感じが変わって、もうね、なんかパッと
こうスティック操作してすぐ分かるぐらい遅延が大きいような気がしますね。これは大丈夫なんかなちょっとなんかミスってるかもしんないんで、いろいろ検証したりちょっとしてみたいんですけど、どうなんだろう。これちょっとちょっとこのスティックはね、正直Apex やるのはきつい気がしますけど、ちょっとこれから遅延検証をやって、でこのねスティックの感じっていうのが遅延の問題なのかどうかっていうのは確かめてみたいと思います。はい、そんなわけで分解してですね、さらに、PlayStation 5での遅延の検証っていうのをやっていきました。かなり細かくなってるんで拡大して見てみるとですね、こんな感じです。リアルセンス H67.63 ミリセカンドですね。トータルのシステムレイテンシーがこんだけなんですが、レーザーライジュ V3 Pro 67.96 ミリセカンドということで、ボタンの遅延に関してはね、そこまで遅くはないかなって感じですね。本当に早いものと比べるとちょっと劣るんですけどね、直接接続をね、PlayStation 5にしているコントローラーならもうちょっといい結果が出てほしいなっていうのは正直思うんですけど、コンバーター返してるコントローラーが軒並み上位にある中で、ややね、見劣りはするんですが、十分これなら使っていけそうな感じですね。なんでボタンの遅延はどうやら問題ないっていうことが分かりました。そしたらスティックの遅延の方ですね、PlayStation 5の時期の方でテストするのがこれがちょっと難しいので、PC の方で PlayStation 5接続モードにしてですね、遅延の検証っていうのもやってみたので、そちらでチェックしていきたいと思います。はい、その結果がこちらです。左側ボタンの遅延の検証結果。スティックの遅延がこの右側の方になります。見ての通りですね、スティックの遅延本当にひどいです。ボタンの方は 11.72 ミリセカンドっていうことでね、こちらもね、ちょっと遅めではあるんですけど、スティック 44.25 ミリセカンドっていうことで、これはちょっと使い物にならないですね。ボタンの遅延からスティックの遅延が30ミリセカンドほど離れているっていうことはですね、ざっくり 120fps の PlayStation 5で4フレームぐらいですかね、遅れが出るっていうことで、結構遅いですね、やっぱり。これだと、はっきり体感できるぐらいにスティックの遅延っていうのは大きいっていう風に感じ取れるかなと思います。なんで、PlayStation 5目的で、こちらのね、レーザーライジュV3 Pro を購入される方はですね、スティックを使わないゲームに限定された方がいいかなっていうふうに思いますね。正直 PlayStation 5目的で買うのはおすすめしないっていう風な結果になりました。正直 PlayStation 5の公式認定コントローラーとしてはですね、これは問題があるんじゃないかなっていう風に私は感じました。本当にこれはね、まずいって言っていいぐらいですね。PlayStation 5用途には地雷商品って私は言ってしまっていいかなっていう風に思います。で、PC 接続時の有線ケーブル接続はですね、悪くないですね。ボタンの遅延が左、スティックの遅延が右なんですけど、平均 5.33 ミリセカンドと 2.32 ミリセカンドっていうことでね、2000Hz で計測すればね、全く問題ないぐらいの遅延かなとは思いますね。で、無線ドングル接続もちょっと問題があってですね、ボタンの遅延とスティックの遅延ですね。で、特にスティックの遅延 25.14 ミリセカンドということでかなり遅かったので、こちらのコントローラー、無線ドングルもちょっとスティックがね、良くなかったっていう感じですね。で、最悪なのはね、PlayStation 5に無線ドングル接続した時で、ボタンの遅延とスティックの遅延っていうところでね、22.94 ミリセカンドと 75.01 ミリセカンドっていうね、未だかつて見たことがないような大きな遅延を、発生させる、そんなコントローラーになってます。なので、それをね、一度体感してみたいっていう方はですね、試しにこのPlayStation 5に無線ドングル接続をしてみてもらうのがいいかなと思います。本当に遅延がひどくて、まるで使い物にならないという感想になるかなと思いますね。はい。そのわけでちょっと今回早めにね、遅延の検証結果っていうのを出してきたんですけど、本当に PlayStation 5で、追加6ボタン仕様でこのね、スティックが対象配置になっているっていうコントローラーっていうのがあまりにも珍しいのでですね、非常にこれは期待をね、私もしてたんですが、残念ながら PlayStation 5には全く使えないコントローラーということが分かりました。本当にこれは残念な結果だったと思います。はい。で、ちょっとね、遅延の計測先になったんですが、スティックの感度カーブの計測結果はこんな感じでした。
青色の線がデフォルトの感度カーブです。デッドゾーンだけ切った状態っていうことなんですが、ちょっとね、こちらも低感度度合いやや強めのコントローラーだったかなと思います。できればね、このアウターデッドゾーンを設定できたらですね、より低感度具合っていうのを緩和できたんですけど、だいたい 30% ぐらいの低感度具合っていうことでですね、これぐらいならね、ギリ慣れればなんとかなるかなぐらいの低感度度合いで、これより強くなってくるとね、例えば初代レーザーウルヴァリン V3 Pro みたいな低感度具合になってくるとですね、本当にもうなんか使いこなすのが難しいみたいな感じの低感度になってくるんですけど、これぐらいならギリ許せるかなっていう範囲ではありました。で、リニア化設定ですね。スチーム入力の275っていう設定ですね。例えばアウターデッドゾーンをですね、5% ぐらい入れてあげるともう少しリニアに近寄るかなと思うんですけど、ちょっとこれ以上ね、私、リニア化するのもちょっともういいやってなっちゃったんで、あれなんですけど、スチーム入力275ぐらいの値を設定してあげると、感度は良くなるかなと思います。はい。で、こちらが通常のね、レスポンスカーブのグラフになってます。見ての通り、やや低感度度合い強めのコントローラーということでした。はい。そんなわけで、PC 版 Apex のランクをですね、リニア化したレーザーライジュ V3 Pro で回してきました。こちらはね、もう本当問題なくてですね、全然快適に遊ぶことができました。当て感とかっていう意味ではですね、波かちょっといいぐらいではあったかなとは思いましたね。結構ですね、悪くなくて、普通にね、使っていけるっていう感じがしました。私はリニア化しないと辛いなっていうところも若干あってね、一応リニア化せずにそのままの状態でですね、デッドゾーンだけ切ってワイルドカードとかも遊んでみたんですが、やっぱりね、遅さっていうのはかなり強く感じて、要はスティックが硬い感じっていうのがね、したかなっていうところなんですけど、リニア化すれば私は全然使っていけるかなっていう感じですね。なんで、PC 版 Apex で使うっていう用途で考えられている方には結構おすすめはね、できるかなっていうところで、あとは手の大きさに合うかどうかっていうところだけかなっていうところですね。はい。で、今シーズンのね、ランク始まってね、こんな感じでほとんどキルムーブみたいな感じが多くてですね、デュオで結構やったりしてたんですけど、なんかね、アンチムーブどこ行ったんだろうみたいなところあるんですけど、それがね、このぐらいのランク帯でも、開幕なんでね、シルバーゴールドあたりもね、結構、もともとマスターとかダイヤのね、上位いた人も中にはいらっしゃるんで、キルムーブっていうのがね、多いっていうのも、そのせいなのかもしれないですね。で今回の、レーザーライジュ V3 Pro に関しては Apex のね、おすすめランキングには載せない圏外っていうことにはね、やっぱりしたいかなというふうに思います。もし PS5 での遅延が解消されれば結構いいかもしれないなとは思ってるんですが、さすがに G7 Pro とかにはね、勝つようなね、感じではないかなって思いますね。7位、8位あたりのね、ところに上げる、レインボー 2SE の上下ら辺っていうところが、良い位置かなっていうふうには思ったところです。はい、続いて Call of Duty Black Ops 6もやってきました。こちらはですね、デフォルトの感度ですね、スチーム入力を返さない状態で遊んでみました。結構ね、重さっていうのがね、Call of Duty でどんぐらい影響があるのかなっていうのを見てみたかったんでね、やってみたんですが、割とね、そこまでは悪くなかったです。ただ、やっぱりですね、リコイルとかがね、若干難しいかなっていうところがあったりはしました。良し悪しあるかなって思ったところがあってですね、やっぱり近距離でもですね、結構精密なエイムができるっていうのはメリット割とあるなっていうふうに思ってですね、パッとこう敵にエイム合わせてそこでね微妙に調整するっていうところ、意外と Call of Duty も重要なんだなっていうのがね、今回分かったりとかしたり、しましたね。やっぱりプレイの快適さっていう意味ではですね、軽く動かせた方が敵にパッとね、照準合わせれるっていうところもあってですね、快適なんですけど、強さっていう意味では割とね、この辺り低感度でもいいかもしれないです。はい、スト6もやってみたいと思います。
やっぱりこのフェイスボタンですね、ここが重いなっていうのはね、まず最初に感じます。連打が結構やりづらくて、こういうところとかの連打ね、非常に難しくて、まあやっぱ2フレとかではね、連打できないっていう感じになってますかね。相当頑張っても3、4フレームって感じですか。これは相当、重い感じがしますね。なんでフェイスボタン、ちょっと格ゲーにはとてもじゃないですけど、向いてないと思います。他ですね、十字キーは結構いいんですけど、このコントローラーのサイズが大きいっていうのと、十字キーとスティックの位置が Xbox 配置とは逆っていうことでですね、こう下にちょっと斜め下に入りやすいかなっていうんで、左に入れてるとき特にですね、左に入れられずに、左下に入っちゃうっていう時がね、結構あるかなっていうふうには思います。ただそれ以外ではね、斜め向けとか全然しないですしね、非常に、斜め入力も入りやすい、非常にいい十字キーだなっていうふうには思いますね。十字キーも結構タクトスイッチなんですけど、軽く入るようになっててですね、この辺りは相当、以前のウルヴァリンとかにも改良されてるんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうね。結構いい感じですけどね。フェイスボタンの重ささえ気にならなければ、格ゲーでも使っていけるぐらいの感じではあるんですけど、さすがにこの重さは気になる人が多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。そうですね。フェイスボタン以外のボタン類に関しては非常に出来がいいんですけど、やっぱりこのコントローラーのサイズでかいなっていうのがね、すごく感じるのと、フェイスボタンちょっと重いっていうところで、格ゲーには向いてないですけど、他のアクションゲームとかパズルゲームとかには非常にね、いいコントローラーなんじゃないかなと思います。はい。で、ゲームプレイ最後はアセットコルサですね。振動機能がないコントローラーになっているっていうことをね、この時初めて気づいたんですけど、まあね、プレイステーション5公認コントローラーってことなんで、てっきり振動機能があるもんだと思ってたんですけどね、このコントローラーに関しては振動機能ついていません。なのでそちらをね、求めている方にはね、このコントローラーは合わないんですね。で、トリガーの方なんですけど、今までのレーザーウルヴァリン V3 Pro なんかと比べてもですね、ちょっと形状が異なってます。こう背面側がですね、こうスロープのように、なんていうんですかね、こう跳ね上がっているようなタイプのトリガーになっていてですね、指が引っ掛けやすくなっているっていう、そういう特徴のあるトリガーなんですけど、これが意外とね、押しやすくてですね、割とそこは良かったかなって思いました。アナログトリガーはね、本当に良かったですね。で、スティックの方なんですけど、こちらもですね、スチーム入力使わずにそのまま使ってみてました。で、慣れるまでは結構苦労したんですが、慣れてしまえば、レーシングゲームに関しては相当これいいですね。低感度なぐらいの方がむしろ細かな操作がしやすくてですね、タイムも安定して削りやすかったかなっていう風な印象がありました。で、今後ね、できたらね、私本当レーシングゲーム好きなんで、ハンドル型コントローラーとかも取り上げていきたいなって思ってたりするんですけど、今のね、家じゃとてもじゃないけどサイズが足らないので、いつか引っ越したらね、そういうのも手を出したいなって思ってたりします。そのあたりね、興味ある方ってどれぐらいいらっしゃるのかっていうのもね、気になるところですが、タイムの方はね、1分47秒017ということで、なかなか良かったかなと思います。はい、そしたらレイザーライジュ V3 Pro を分解していきたいと思います。こいつかなり苦労したんでね、ちょっとね、分解方法一つだけ注意点があるんで、それだけ見ていただきたいなと思うんですけど、まずはフロントパネルとグリップ部分のパネルをこういった分解ツールで外していきます。さらにですね、ここのタッチパネル部分を上にスライドしてやります。よいしょ。
そうするとここにもですね、1、2っていうね、この黒い方のネジですね、合計で10個のネジっていうのを外していく必要があります。ここにあるネジがね、非常に見つけにくいので注意が必要ですね。はい、私はこれを見つけることができずにですね、相当苦労させられました。まあ基本このコントローラー分解はね、あんまりおすすめしないですね。結構この背面をね、外した時にいろんなパーツが外れてきて、トリガー部分が特に機能しなくなったりっていうのもするので、あんまり、分解っていうのはやらない方がいいですね。はい、10個のネジ外れてきたんですが、こちらのネジですね。こういうトルクスタイプのネジになってます。T6 ですね、っていうタイプのドライバーで外すことができます。そしたらこれでバックパネルが外れてきます。これも結構爪で止まっているので、爪を外しながらですね、外していく必要っていうのがあります。はい。これで外すことができました。はい。そしたら、こちらですね、基板の方も外していきたいと思います。よいしょ。基板の方は普通のプラスネジですね。これでも、どうやったら外れるんですかね。結構厄介そうだな。一回なるべく最小限のネジを外して、外せないかやってみます。よいしょ。やっぱりこの辺も外さなきゃダメそうですね。これがついてるのがダメなのかな。よいしょ。あ、全部外れるな。おう。これで全部外れますね。ここに1箇所、ここに1箇所。で、ここに1箇所ですね。1、この穴の中の2、ここの3ですね。片方3箇所ずつの6箇所外すだけで中身っていうのが取れてきました。フロントパネルこんな感じになってます。スティックモジュールの方を外して見ていきたいと思います。はい。K シルバーですね。JS16 って書かれたスティックモジュールになってます。JS16 ですね。これが TMR スティックになっているはずです。よいしょ。はい。まあとにかくこういうところにもハニカムっぽい構造のね、プラスチックが使われていてですね、とても細かく凝ってる、相変わらずね、細かいところを凝ってる基板だなと思います。十字キーのところタクトスイッチかなと思ったんですが、こういう小さいサイズのね、マイクロスイッチみたいな押し感の十字キーになってますね。ABXY ボタンもマイクロスイッチっぽいです。LB、RB タクトスイッチで、ショルダーボタンやっぱりこれマイクロスイッチっぽいですね。そうですね、マイクロスイッチが使われてますね。で、同じマイクロスイッチが、ここのトリガーストップのところのマイクロスイッチにも使われてます。これはおそらくカイル製のね、マイクロスイッチが全てに使われてるかなと思います。この状態でショルダーボタンのところのマイクロスイッチでね、プレイステーション5の遅延計測の方をやっておきたいと思います。はい、以上ですね。レーザーのライジュ V3 Pro をレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。本当に、これだけ遅延がひどいコントローラーっていうのがまだ存在するんだなっていうのは割とびっくりな検証結果だったかなと思います。私もここまでひどいとは思わなくてですね、実際その射撃訓練場で触れた時にはね、なんか、もともとプレイステーション5ってこのぐらい遅延大きかったっけなっていうふうにね、思ってしまうほどですね、かなり使いづらかったです。まあちょっとね、この PlayStation 5接続時の遅延に関しては今後のファームウェアアップデートでの改善が期待されるかなっていうところとですね、現状は全く PlayStation 5用途にはおすすめができないコントローラーっていうことです。PC 接続時はね、全然問題なくて、まあ良かったですね。ちょっとね、スティックの方は癖があるかなっていうところはあるんですけど、まあ慣れることができる人は相当上手い人ぐらいかなっていう気はしますけど、私はね、スティックの方もあんまり好きではなくて、まあ、あえてこちらをですね、FPS 用途で選ぶっていうのはないかなっていうところですね。
本当にレーザーが好きでですね、PC でレーザーのコントローラーを選んで使いたいっていう方は、今はね、レーザーウルヴァリン V3 Pro 8K PC とかね、あちらの方を選ばれる方が良くてですね。で、こちらのコントローラーまだちょっとね、改善されるのを待った方がいいんではないかというふうに感じました。で、それ以外にね、どうしても合わない方っていうのはやっぱり手が小さい方ですね。私のようにちょっと手が小さめですよっていう方には本当にお勧めしないです。かなり大きくて、ランク回しててもやっぱりこの大きさっていうのは気になる場面結構ありましたので、本当に手が大きいですっていう方にはね、逆にかなり合うかなっていうふうには思いますね。はい。ちょっと今回はね、辛辣なレビューになってしまったんですけど、一種のね、注意喚起みたいな感じで捉えていただけたらありがたく思います。はい、それで私はこちらのモノルっていうウェブサービスの管理にもやっています。たくさん最近もね、口コミを書いていただいてですね、1ヶ月使用レビューなんていうね、本当に役立つ内容のレビューも書いていってくださってですね、本当にありがとうございます。引き続き、口コミの方はこちらのね、サイトで募集しています。今回レビューしたこちらのレーザーライジョ V3 Pro に関してもね、詳細なスペックとか、あとはスティック感度カーブ、遅延の計測結果なんかも載せていきますので、そちらもね、ぜひ参考にしてみてください。最新情報基本こちらのサイトに全てですね、更新して載せていますので、ちょっとね、ファームウェアアップデートがあったよなんていう時にはね、一度チェックしてみてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。で、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルーでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。